計算機ってありとあらゆることができる。で、いろんな研究ができる魔法のような道具なんですよね。ジクファスは計算基礎科学連携拠点の英語名なんですけど、Kコンピューターという国の大きな全分野にまたがる計算機ができて、すごい仕事をしますっていう時に、分野ごとにバラバラにやってるのはちょっともうやめて、計算機を設計して作り上げるということと同時に、せっかく K は大きな世界一のコンピューターなんだから、そこではみんなで協力してやろうということで、素粒子理論分野、原子核理論分野、それに宇宙理論分野のみんなが一緒に集まって始めたっていうのがそもそもの始まりでしたね。So there might be some technical differences between our... 今日高エネルギー加速器研究機構というところに来ていただいてるんですけど、ここは日本の中で素粒子物理学の大規模な実験をしている一番大きな研究所です。 B ファクトリー加速器という1周 3km の大きな加速器とそれに伴う実験があって、そこで毎日ある種の素粒子を作ってその壊れる様子を調べるという実験をやっているんです。具体的には B 中間子の崩壊っていうんですけど、周長 3km の加速器で電子と陽電子を加速してぶつけます。で、ぶつかったところから粒子と反粒子のペアができるんですね。で、それ特に注目しているのが B 中間子っていうやつとその反粒子、反 B 中間子のペアなんで、それを大量に作り出して素粒子の崩壊の様子を見る。そのために必要なのがベル2実験、これも巨大な測定器で、その中で壊れた粒子が走っていく様子を見て、それを詳細に調べることで B 中間子と反 B 中間子の崩壊のパターンのわずかな違いを明らかにする、そういう実験をやってるんです。で、 B 中間子は中にクォークっていうのが入ってて、本当に知りたいのは一番中に入ってるクォークがどう壊れるかを知りたい。で、そのためには同じことをシミュレーションでやってみて、それが B クォークの壊れ方に翻訳してみるとどうなってるんだっていうのを調べたい。だから大きな実験があって、でそこでやってることが何かということを知るにはシミュレーションも同時にないといけないということで、私たちの素粒子物理の研究全体にとってシミュレーションは実はとっても大きな役割を果たしているということになります。素粒子と原子核って親戚なんですよ。で、私たちの体を作っているいろんな元素、地球を作ってたり太陽を作ってたりするいろんな種類の元素がありますけど、それらはどんなものでどうやってできてきているのかというのを全部明らかにしたいっていうのが原子核物理学っていうんですけど、陽子と中性子は量子力学に従ってくっついているんですけど、たった2個の粒子をくっつけるだけでも結構大変な計算をしなきゃいけない。で、それが3個4個5個6個、ついには何百個まで集まって大きな原子核、大きな元素ってできてるわけですけど、それが壊れるかもしれないし、核融合って言ってくっつくかもしれないし、いろんなことが起こるわけです。で、その計算をするためにスーパーコンピューターが必要だということで、ジクファスの仲間たちがやっているのは、そういういろんな元素がどうやってできているかを調べることになります。我々のいろんな研究は素粒子物理、原子核物理分野全体としての課題、疑問に対して答えを与えたい。実際原子核ってその中で炭素っていうのは大問題で、いろんな元素っていうのは一部は宇宙が始まった非常に初期に陽子と中性子が適当に飛び交っている時にガチャンとくっついて、できたと思われています。ただそれはヘリウムとかいう非常に軽い小さなものだけなんです。で、炭素って単純にはヘリウム原子核を3個くっつければできるわけです
けど、3個が同時にくっついてくるっていうのはなかなか確率として難しいですね。実はその問題は炭素原子核のある種の冷気状態を仮定すると解決できるっていう、その予言がされたのはもう何十年も前の話だけど、ようやく最近になって初めて計算によって示すことができた。これは一つの大きな成果だと思っています。RIBF というのは理化学研究所のこれもまた一つの大きな加速器で、特徴は電子とか陽子とかいう素粒子ではなくて、ある程度大きな原子核を加速できるというので、いろんな種類の原子核を加速してターゲットにぶつけて、何が起こるかということを調べる実験が行われているんです。でそこで特に研究者たちが気にしているのは金とかプラチナとか、そういう重い元素の成り立ちを調べるための研究をやっているのが RIBF の実験なんです。なぜそんなことをやりたいかというと、宇宙の中でそういう大きな原子核、重い元素がどうやってできてきたかというのを考えると、太陽の中では鉄より重い元素は作られないということが分かっているんですね。でそれは宇宙のどこかに中性子をいっぱい生成してくれる何かがあって、でそれがそこにある原子核に対して中性子をどんどん加えていくという過程が起こった時に、そうしてできた変な同位体ですね、それがバラバラと壊れていくことでいろんな原子核ができたというのが今人々が考えているストーリーですね。宇宙は広いんですよ。どこかで中性子がいっぱいできた場所っていうのが宇宙のどこかでないと、私たちを作る元素をこうやって存在するはずがないんですね。で一つ考えられるのは中性子星って言って、太陽が燃え尽きた後でもう燃やす燃料がなくなったせいで重力によってギュッと潰れちゃって、元素も何も全てなくなって、一番中心は中性子がゴタゴタになった塊、こういうのが中性子をまき散らしてくれれば元素を作るということができるはずだ。でここに大きなとんでもない偶然があって、中性子星がもし2つあったとしてください。でごく近くに2つあったとしましょう。それはやっぱり重力で引き合います。でお互いの周りをぐる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 回ります。でそのうちその勢いを失ってお互いに向かって落ちていくっていうことが可能です。でそうすると星と星とが衝突するんです。合体するんです。そうするとごちゃごちゃに壊れちゃって、そこら辺に中性子をまき散らすと。でそれが中性子星合体って言って、いろんな元素を作る種になるその中性子を宇宙にまき散らす重要な過程だったと思われているんですね。で実は重力波の観測の実験というのが数年前に行われて、そういう過程が実際に宇宙であったというのが観測で見えているんです。でその時にどういう重力波が出るはずで、どうやって中性子が辺りにまき散らせるかをシミュレーションで明らかにすることができる。だから宇宙はとても広いのですけど、実は私たちの起源を知るという意味では重要な役割を果たしているので、そのごくわずかな一部の過程をシミュレーションを使って調べるというのが宇宙分野での一つの大きなプロジェクトになっています。ただこの計算ってやっぱ大変なんですよ。だって星全部ですよ。星全部が重力によって引き合うだけでなく、中性子がその中でどういう分布をしていて、それらがどういう過程を経て壊れていくかということも含めて全て調べないといけない。でそれは実は K までの世代ではそこまでできてなかった。必要だと分かっている要素を全て組み入れることができるようになったのは、ようやく富岳の世代になって初めてのことなんです。だから何らかの答えが出せるようになったという、まだ今入り口に立ったところにあります。富岳は世界一になったことが注目はされましたけど、膨大な電力を使って計算をしている。
だから次の世代っていうのはどれだけ電力を抑えながらやりたい計算をやるかっていうのが本当の問題になっていくのだと思います。でそのためには何でもできる計算機っていうのはもうそろそろ危なくなってきてるのかもしれなくって制限はいろいろあるけれども電力を減らして賢いやり方を考えないといけないっていう多分そういう時代なんだと思うので次の世代のために何ができるかというのは考えていかないといけないことじゃないかなと思っています。物理ってつながってるんですよ。素粒子と原子核は陽子中性子を通じてつながってるし原子核と宇宙ってその根源的にやっぱりつながってるんでもともと途中で区切っちゃってるのはおかしかったんですよね。でそういういろんな分野の人たちが一堂に会して議論して一緒に研究をするっていう環境が、徐々にできてきたっていうのは、ジクファスは面白かったなというのを思っています。やっぱり私たちの愛する物理学はどうせ一つなんだから分けてやっている場合じゃない。で今後ですけどね手法を共通に持っている他の研究分野っていうのはきっとあるはずなのでそういう手法でつながり合っていろんな科学のことを研究する一緒に研究するっていうのはきっと楽しいと思うんですよね。計算にはそういう力があるんじゃないかなと私は常々思っているので、将来に期待してほしいですね。